鶴くんです。ディズニープラスで配信されていたマンダロリアンのドラマシリーズが終わって、結構日にちが経ちましたが、いよいよですね、来年マンダロリアン&グローグということで映画になって帰ってくることが決まりました。映画の映像の方も少し公開されてきているんですが、なんとですね、N1 スターファイターからレイザークレストにまた変わっているという、初期から見ているファンにとっては嬉しいのかな。個人的にはすごく嬉しいです。レイザークレストのキットについては以前ご紹介しているので、そちらの方の動画をですね、ぜひ見ていただければと思います。今回ご紹介させていただくキットは、N1 スターファイターのプラスチックモデルキットになります。以前からバンダイナムコさんでスターウォーズのプラモデルっていろいろシリーズ化されて出てきているんですが、最新のキットということになります。スケール的には48分の1のキットになってますんで、おそらく以前のスノースピーダーですね、ああいったものと同一スケールになっていると思います。箱自体はそれほど大きくないので、キット自体もちょっとちっちゃいのかなっていう気はするんですが、まずは箱の方を見ていきたいと思います。箱の表紙は N1 スターファイターの絵の方が書いてありますね。CG ではない感じです。それから箱の下はこんな感じで、N1 スターファイターのプラモの写真ですね。それからちょっと細かいギミック的なものが載っています。箱の上の方は N1 スターファイターの上横前ですね。そういった写真が載っているのと、スタンドの方が結構斜めで飾れますよというような写真が載っています。箱の横の方は表紙と一緒の絵が載っています。では早速箱の方を開けていきたいと思います。オープン。箱の方は意外と余裕があるみたいですね。さてこちらシルバーの方の部品とダークグレーの方の部品が入ってますね。ここにマンローのフィギュアが入ってるのが分かりますね。意外とシルバーがいい感じに光ってますね。それからかなり小さめの台座が入っているのと、シールとクリアパーツですね。本体の方がこちらで、予想通りですね、かなり小さいキットにはなっていますね。ビーグルコレクションほど小さくはないんですが、そこそこの大きさといった感じですかね。マニュアルの方はこちら。中身はですね、組み立て図自体はモノクロで、後ろの方にデカールの位置と、あと塗装ガイドの方ですね、そういったものが載っています。N1 スターファイターってシルバー一色のイメージがあるんですが、塗装ガイドを見ると2色で塗り分けるような形になってるみたいですね。では早速組んでいきたいと思います。ランナーの方はシルバーのものが2枚と、こちらダークグレーですかね、これが2枚とクリアパーツと、こんな構成になっています。付属のシールの方は水転写式と普通のシールと2種類同じものが入っていました。こちらのシルバーのランナーなんですが、一見シルバーメッキに見えるんですが、結構ムラがあるんで、成型色なんだろうなっていう感じですね。それにしては結構綺麗な銀色をしてますね。とりあえず今回はストレート組みをしたいと思います。ちなみに部分的にアンダーゲートになってるみたいですね。残念ながら本体の方はアンダーゲートにはなっていませんね。プラの方は結構固めですね。まずはこちらの機体の下側ですね。こちらに部品をつけていきます。これが座席のシートになるんですかね。これをはめて、でこれをはめてと、この部分がコックピットになって、これが座席の方ですね。でこの座席の方にマンドウを乗せるんですが、マンドウが2種類結構細かいんだけど、こっちはグローグを抱えています。ちょっと分かりづらいですね。おまけにダークグレーの色になっちゃってるんで、
ここら辺はどうしても塗装が必要になるでしょうね。こちらがマンドーだけのフィギュアですね。手首がなくて足の先が省略されています。で、お尻部分に突起がありますんで、これをですね、この座席の方に刺すと、こんな感じでマンドーが座席に座るという形になります。こちら機体の下側の方ですね。こちらの操縦席の部分にこのメーター類の部品をつけます。これよく見ると手の先がこう V 字型にへこんでて、操縦桿を握るようなイメージになってるんですよね。すごく芸が細かいですよね。でですね、本体の横の部品ですね。こちらを先にはめて、これをはめるとこのゲートの処理の部分が隠れるんですけど、この部品のゲート自体は出ちゃうと。なかなかよくできていそうで、限界あるなっていう感じではありますね。なかなかこのね、エッジを隠すような部品になってるってのが面白いですね。コックピットの横の部品ですね。こちらをはめて、結構ちっちゃい部品をね、はめるんですよ。このね、コックピット周りの部品がね、結構てんこ盛り。こちらのパーツにこのパーツをつけるんですが、正直外から見えるかって言ったらほとんど見えない部品ですよね。こういうところがやっぱこう日本の模型らしいっていうか、妙にこう凝ってるんですよね。これをここにはめるのか。こんな感じですね。これカットモデルじゃないですからね。よくここまでこう部品をつけるなっていう感じですよね。こっちの棒なんですが、N1 スターファイターを組み立てるエピソードに出てきたこの棒ですね。これもちゃんと再現されてると。これドラマ見てる人じゃなきゃわかんないよな。で、この尻尾の方をここにつけると。内部部品の方はだいたいこんな感じですね。こうちっちゃいボディに部品が詰め込まれてるという、なかなかこうメカ好きにはたまらない感じになってますね。こちら機体の上面にキャノピーの方をはめます。それから本体の方にはめますと、こんな感じで上面をはめた後に先端の部分ですね、これをはめて、でこちらのエンジンかな、はめると、はい。機体の上面をつけた段階で内部のメカっていうのが隠れてしまうんですが、内部のメカもこの隙間からこう覗けるという感じになってますね。決して無駄ではないという感じですね。それでは両サイドのエンジンの方ですね、そこを組んでいきたいと思います。ちゃんとエンジンの中身も再現されています。で、外側をかぶせて、こちらの下側をはめて、このエンジンのパーツが左右で違うんで、片っぽずつ組むのがいいですね。ちょっと間違えると厄介だな。こちらの後ろの形状が左右で違っているんで、ここら辺は間違えないようにつけたいところですね。意外とね、同一パーツかと思うとね、実は違っていたりしますね。このエンジンの後ろの尖ったパーツは一体化されています。これも接続部が左右で違っているので、気をつけた方がいいですね。で、この機体の下側のエンジンですね、これを
こちらの機銃の方もですね、根元の形状が左右で違っているので、ある意味間違えないようにはなっていますね。間違えるとはめられないという形状になってます。意外とこの左右対称に見えて結構違ってきてるんで、取り付けるときは気をつけた方がいいですね。あとはこちらの操縦席の後ろにですね、一つは R5、一つはグローブが乗った席という風に差し替え式になってます。こちらが操縦席の後ろにグローブが乗っている場合、ちょっとクリアパーツが分厚いんでなかなか中が分かりづらいですけど、もう一つはこちらの R5 の方ですね。これが乗った状態と。こんな形で差し替えで入れることが可能になってます。機体の下側のこの部分にカバーをはめることも可能になってますし、付属のスタンドの方をここに挿して飾ることが可能になってます。このスタンドは上下動と左右にも傾けることが可能になっています。なかなかこの左右に傾けるとそれはそれでかっこいいんで、こういう左右に傾けるスタンドっていうのもですね、今後ぜひ対応していってほしいかなと思います。で、ちなみにこのカバーの方はスタンドの後ろにつけておくことが可能になっています。これはよく考えられてるなっていうところですね。なくさずに進みます形状的にはドラマを参考に非常に正確に作ってあるということですので、N1 スターファイターとしては申し分のないキットになっていると思います。少し大きさがちっちゃいのが残念といえば残念ですけどね。来年公開の映画ではおそらくね、冒頭でぶっ壊れると思うんですよ。それでレーザークレストに乗り換えるのか、もしくはレーザークレストの時代に戻る映画なのか、そこら辺がよくわからないんですが、意外と N1 スターファイター見納めかもしれないんで、ぜひこの機会に作ってみてはと思います。ただちょっとね、値段が4000円台と結構この大きさにしては高いかなっていう気はします。素組みで組んだままでもですね、十分このシルバーの輝きというのは再現されていると思います。ただやはりムラがどうしても出てきているので、塗装をした方がベストなのは間違いないと思います。シルバーもそれほど数が多いわけでもないですし、あとはこのダークグレーの部分ですね、そういったところの塗装をすればですね、かなり見栄えのするキットになると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。またマンドやグローグの方ですね、こちらの方も塗装すればですね、見栄えがさらに上がると思います。非常によくできたキットなので、皆さんもですね、ぜひ手に入れて作ってみてください。では今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。